こんにちは、あきこです。今日は、私が毎日どんな風に過ごしてるかっていうのをね、お伝えしたいなと思っています。なんかルーティン、毎日何をやってるかのルーティン動画とかさ、上げてる人のやつ見てて、ああこういう感じのも面白いなと思って、私はちょっと動画の編集とかができないのでお話しするだけになっちゃうんですけど、自分でお仕事するってどういうペースでやってるのかとかね、そういうのが分かっていただけると面白いんじゃないかなと思って、お伝えしたいと思います。だいたいまず朝はすごい早いんですね。だいたいもう4時半ぐらいに4時ぐらいには起きてるかな。この朝早いのは、寝るのも早いんですけど、だいたいその2歳の息子、今度3歳になる息子がすっごい早起きなんですよね。それでその息子と一緒に起きるっていう感じなので、息子がね朝起きた時からお腹空いてんですよね。すごいいつもなんかあんま食べないで寝ちゃうっていうことが多いから、そうだからその朝ごはんをね4時から大体食べるのはパウダーをさ水とかに溶かして、それを食べたり、ビスケットとかさフルーツとかそんなもんですけど、なんかそういうものを用意したりします。で時差がありますので4時半ぐらい、4時とか4時半ぐらいだともう日本の時間で、3時間半の時差があるから、日本の時間で7時とか7時半ぐらいなんですよね。だからちょうどねメールを打ちやすいので、その息子のご飯をやった後に一回その前日に来たメールっていうんですかね、それをチェックして、それに対しての返信っていうのを朝やります。でもし勧められたらというかね、大体その他の人たちが起きてくるのが6時ぐらい、みんな早いんですよね、うちは。てかインドって暑いから早くいろいろ動かないと、もうね日中もうなんていうのかな、8時ぐらいで暑いからね、早めにいろいろやんないとめちゃくちゃ疲れちゃうんですね。だからみんな早起きで6時ぐらいにはみんな起きてくるから、このねだいたい1時間2時間ぐらいでメールを打ったりしてます。で、前日のメールに対して返信したり、あとはそのお振り込みいただいた方の講座やってるので、動画講座をお振り込みいただいた方に、その講座の内容みたいのを送ったりっていうことをやったりしてますね。それでその後、今ちょっと学校が子どもたちがないんですけど、朝ごはんを作ったり、あとはその買ってきたりとか、大体朝は作る感じかな。何を食べるかっていうところは、普通ですね。トーストと卵と、大体甘い卵みたいなにバターとフルーツとか野菜みたいな感じのことがもう定番で、もう嫌だって言われちゃいますね。もう見たくないみたいな。あとはそういうなんだろうな、焼きそばみたいな、一品っていうさ焼きそばみたいなのがあるから、そういう焼きそばみたいのを食べたりとか、ラーメンとかね朝から食べる時もあるし、食べたいものを食べるっていう感じですね。ビスケット食べたりする時もあります。それで、それが終わる頃にだいたい7時か8時ぐらいになってるかな。でこの朝ごはんなんですけど、朝ごはんの前にというか、朝ごはん用意して、それで講座が入ってる時あるんですよね。朝の10時ぐらいから講座する時があるんですけど、日本時間の10時っていうのはインドでいうと6時半なんですね。で6時半から講座をする時っていうのは結構あります。だいたいその講座する時は遠隔の講座、ずっと前からねやってくださってる方はまだ3ヶ月の講座で全部で6回の講座なので、最近だんだんみんな全6回目みたいな感じで終わってきてるんですけど、その講座を、朝やるっていうことが結構多いかなって感じですね。それでそのが終わった後、朝ごはん食べて、それでねお風呂に入るんですよ。インドはね朝風呂というんですかね。それでうちはねベビーバス
で入ります。ベビーバスって湯船浸かるやつがないんですよね。インドってやっぱみんなシャワーとかね、バケツに汲んでそれをジャバーンみたいな感じなので、それだとねやっぱりこう湯船に浸かりたいじゃないですか、日本人だしね。だからまあ湯船、大きいものがねまだこうそのスペースとかもないから、ベビーバスを2個前に買ったやつがあるんですけど、それでみんなで入ってるんですよね。なんかすごいことになってますね。だから足しか使ってないみたいな。でもあとはそこで洗ったりとかジャブジャブしたりして、子供たちはそれで結構なんだろう、水風船とかやったりして楽しんだりして好き勝手やってますね。で、お風呂が終わった後は、その間にね旦那さんがいつもお祈りするから旦那さんが掃除してくれるんですよね。で掃除はもう旦那さんに全部任せてます。よく動画でもさシャッシャッシャッってやってるけど、すっごいねうまいんですよね。隅々までやってくれるし、まあ私がやるとやり直しするんですよ。なんか自分のこだわりがあるのがね、アリが来るとか言って、だから任せて旦那さんにやってもらってる感じですね。でそれが終わった後にだいたい8時半9時ぐらいかな、お風呂終わった後9時ぐらいになって、でその辺りで子どもたちは8時半から9時ぐらいにいつも学校行くんですけど、学校がない今何してるかっていうと、もう本当に日本の夏休みと一緒ですよね。テレビをゴロゴロしながら見たり YouTube 見たりこう遊んだりって感じかな。で外も暑くなってきちゃうから、なんか隣の家行ったりなんですかね、家の中でいろいろ遊んでますね。その間に私は、講座があったら講座やったりとか、そうだ大体そのぐらいの時間から講座やることが多いかな。最近はちょっと減らしてるので、前は1日4回とかさ講座やってて本当に舌が回んなくなるぐらい喋りまくってたんですけど、最近はそんなにこう減らしてますから、楽にやってる。1日1個か2個ぐらいにしてますね、講座の量。その講座をやったり、ない時はだからもう次のなんていうのかな、いろいろネットサーフィンしたりゴロゴロ寝たりしてますね。もう好き勝手やってるよね。でお日のゴロゴロしてたりネットサーフィンとかして遊んでると、あと講座やったりねやってると大体もうお昼ぐらいになっちゃうんですね。でお昼になったら、大体インドってね結構遅いんですよね、食べるのが1時半ぐらいなんですよ。1時半から2時ぐらい、遅い時はもうね4時ぐらいに食べる人とかいるぐらい、お昼じゃないよねって思うんだけどお昼が遅いんですよね、インドの人って。でうちは大体1時半ぐらいかな、1時半ぐらいにご飯を食べます。で1時半ぐらいに食べるご飯はコックさんですね、レストランのコックさんに作ってもらって、いつも朝だから今日は何にするとか言ってきて、もう考えるのもめんどくせえと思ってさ、考えてほしいんだけどなんだかしないけど毎回聞いてくるみたいな、で毎回答えなくちゃいけないっていうのがめんどくさいんだけど、今日のご飯だとすると、ご飯ティッピンって言ってさ、こうレストランから運んできてくれるんだけど、インド流のさお弁当箱っていうのがあるんですよ。何段にもこう重なってて、なんていうのかな、銀色のさシルバーのこう入れ物みたいなやつで、それがこう何段にもなってるやつなんですけど、そこの中に今日はご飯が2個と、アルコロラチップスだからなんだろう、ゴーヤとじゃがいもの揚げたものみたいな、それがさすごい美味しいんですよ。なんか暑いからさやっぱりそのゴーヤとかいいんだよね。ゴーヤとそれもうほんと毎日食べてる感じで、あとはナスとヨーグルトの、私が好きなんですけどナスベーガンってさ、ナスベーガンじゃないや、なんだっけ、ドヒバイガノっていうんだ、ドヒっていうのはヨーグルトで、それのあとナスの、なんかこうやつ、ちょっと甘くてしょっぱくて辛くて美味しいんですけど、それをご飯混ぜて食べたりしました。あとは今日ダルマっていろんな野菜の煮物みたいな、カレーは今日なかったね、だから、そんな感じだったかな。
これが今日のご飯っていう感じですね。それをまあだいたい1時半ぐらいに食べました。でその後に、今日はねオフだったんですけど、まあ、講座3時半から講座がある時もありますけれども、お昼ご飯の後はだいたいみんな昼寝しますね。子供たちはねやっぱりあんまり寝ないんだけど、私はだいたい寝るし旦那さんも寝るしっていう、インドのねこういうウェザーというか、なんだっけ、暑い時ってさやっぱ昼寝した方がいいんだろうね。だいたい昼寝をして、で、3時半ぐらいから仕事があったら仕事講座をしたりして、日本の7時ぐらいが、インドの3時半なんですね。だからまあ3時半から夜の日本の仕事が入ってる時はそういうのをやったり、ない時は、またちょっとネットの方で何かやったりとかっていうことをやったりします。それでだんだん夕方になってくると涼しくなってくるから、少し散歩に行ったりとか出かけることもありますね、夕方、その後って感じなんですけど、それで、その間にアイス買ったりジュース買ったりとかさ、もう暑いからなんかちょこちょこ食べてるんですけど、そういうのをね自分で買いに行かないで頼むんですよね。今ねよく言ってくれるのは旦那さんの弟がバイクでブーンっていつも言ってくれるんだけど、頼んで買ってきてもらう。暑いからね助かっちゃうんですけど、自分で行かない。行かない、インドは結構主流なのかな、行かないっていうのがね、だからこれ食べたい、さっきもねジュースにさ牛乳入れると美味しいっていうので買ってきてもらったら、ブーン買ってきてって言ったらブーンって言って買ってきてくれたりとか、頼んでます。それでまあ外でねその後は涼んだり、外でネットやったりとか、あとは隣の奥さんとかがさ出てきたりするんですよ、夕方になると。なんか話しかけられたら話したりって感じかな。それで夜、まず夜ですね。夜になって夜ご飯はやっぱ私が作るので、夜ご飯を用意したりして、だいたい食べる時間は7時ぐらいかな、6時半から7時ぐらい、日本と変わらないかな。でその後にまたこうみんなで話したりとか、そのベッドでさゴロゴロしながらいろいろ話したり、あとはゲームやったりとか、あんまりでもさ子供たちと遊ぶっていうのがさあんま好きじゃないんだよね。なんだろう、見てるのは好きなんだけど、一緒に遊んでって言われて乗らない時は全然やっぱ遊ばないですね。ケチとか言われるんだけど、私は心に従ってますみたいな感じでやってますね。で2歳のさ子供をやっぱり寝かす時についてないとっていうところがあるんだけど、ついて寝かしてるとさ一緒に寝ちゃうことが多いんですよね。だから9時ぐらいに寝て、で旦那さんがだいたい10時ぐらいに帰ってくるかな。旦那さんはねいつも今10時ぐらいに帰ってくるって言ってたけど、ずっといるからね家に。自営業だからレストランたまに見に行ったり、ゲストハウス今作ってるやつ見に行ったりして、そう自営業ですからね、大体いますだから旦那さんは夕方掃除してまたお祈りしてってやってますけど、私掃除しないそう、洗濯物とかもそういえば回してますけど、干すのは結構旦那さんやってくれるな。だから私意外と何もやってないね。掃除もしないし、ね、料理も、頑張って2回ぐらいかなって感じだね。めんどくさい時はやっぱ外食が多いです。そうで夜そういう感じで、そうだな10時ぐらい、遅い時ねたまにだから9時ぐらいに寝ちゃって12時ぐらいに起きて、でその後に結構いろいろこう YouTube 見たりとか、なんかこう作業したりとかっていうこともありますね、仕事を、やったり。あとは結構やっぱこうゴロゴロさ寝てる時間が好きだから、その時に結構スピーワークみたいなのを自分でやったりしていることが多いかなと思いますね。
まあそんな感じです。なんかね、面白くないかもしれないですけどなんか何にもやってないでしょうね。そうだから結構自営業ってさ、でこう遠隔で仕事をしてるから本当に楽にやってるんですよね。あんま動かない、引きこもりだよね本当に。この引きこもりってさ、なんか一見すると悪そうなんだけど、すごいやっぱり楽なんですよね。楽で楽しいし、やりたいことやっぱりやってるの、ダラダラしてんだけど、これがほらいい、私にとってはいい波動ですから、このペースになったっていう感じかな。だからね、自分で結構お仕事ができるようになってくると、本当に自分のペースでいろんなことができると思うので、私はね結構やっぱ朝早いっていうのが特徴かなと思いますね。4時から起きてるからね。だから朝早くてすいませんみたいな感じでよく言われるけど、起きてますよみたいなことが多いんですよね。そうだから、インドだからね、ちょっとやっぱり暑いから朝早いっていうのが特徴かなと思います。皆さんのね何か参考になればいいんじゃないかなと思って今配信してみました。ではではでは。